その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。最初の壁外拠点とする。目標接近。訓練通り5つに分かれろ。おとりは我々が引き受ける。全攻撃班立体機動に移れ。あれ、ミカサ。そろそろ帰ろう。なんでここに？そんなに寝ぼけるまで熟睡してたの？いや、なんかすっげえ長い夢を見てた気がするんだけど、なんだったっけ？思い出せねえな。エレン、どうして泣いてるの？聞け！壁は神の英知によって作られた。壁こそが神の御業である。何人たりとも壁を汚してはならない。言うなよ、誰にも。俺が泣いてたとか。言わない。でも理由もなく涙が出るなんて、一度おじさんに見てもらったら。バカ言え。親父に言えるか、そんなこと。何泣いてんだエレン。ハンネスさん。
ミカサに何か怒られたのか？は？なんで俺が泣くんだよ。酒臭っ。いいじゃねえかよ。また飲んでる。お前らも一緒にどうだ？いや、仕事？おう、今日は門兵だ。一日中ここにいるわけだから、やがて腹が減り喉も渇く。飲み物の中にたまたま酒が混じっていたことは些細な問題に過ぎねえ。そんなんでいざって時戦えんの？いざって時ってなんだ？決まってんだろ。奴らが壁を壊して町に入ってきた時だよ。ああ、いて。おいエレン、急に大声出すんじゃねえよ。元気がいいな、医者のせがれ。奴らが壁を壊すことがあったらそらしっかりやるさ。しかしな、そんなこと100年間で一度もないんだぜ。でもそうやって安心してる時が一番危ないって父さんが言ってたんだ。イエーガー先生か。まあ確かにな。前に先生が流行り病からこの町を救ってくれた。先生には頭が上がらねえ。でもな、それと奴らは別だよ。兵士になれば壁の補強とかで外をうろつく奴らを見かける機会があるんだが、奴らにこの50メートルの壁をどうこうできるとは思えねえんだ。じゃあそもそも奴らと戦う覚悟なんてねえんだな。ねえな。なんだよ、もう中東兵団なんて名乗るのやめて壁工事団にしろよ。それも悪くねえ。しかしなエレン、兵士が活躍するってことはそれこそ最悪の時だ。俺たちが役立たずのただ飯ぐらいだってバカにされてる時の方がみんなは平和に暮らせるんだぞ。一生壁の中から出られなくても飯食って寝てりゃ生きていけるよ。でもそれじゃまるで家畜じゃないか。子供が勇ましいこった。何もできやしねえくせにな、ハンネス。ああ。おいエレン。おかしなやつだな。まさかあいつ調査兵団に入りたいのか？エレン、調査兵団はやめた方がいい。なんだよ、お前も調査兵団をバカにすんのか？バカにするとかそういう問題じゃ。調査兵団が帰ってきたんだ。正面の門が開くぞ。行くぞミカサ、英雄の凱旋だ。くそ、見えねえ。俺だけしか帰ってこなかったのか。みんな食われちまったんだろ。わざわざ壁の外に出るからこうなるんだ。モーゼス、モーゼス。息子がモーゼスが見当たらないんですが、息子はどこでしょうか？モーゼスの母親だ。持ってこい。それだけしか取り返せませんでした。
でも息子は役に立ったんですよね。何か直接の手柄はなくても息子の死は人類の反撃の糧になったんですよね。もちろん。いや、今回の調査で我々はいや今回も何の成果も得られませんでした。私が無能なばかりにただいたずらに兵を知らせ奴らの正体を打ち止めることができませんでした。ひでえもんだな。まったくだ。これじゃあ俺らの税で奴らに餌をやって太らせてるようなもんだ。何すんだクソガキ！おい、なんだよミカサ！戻ってこいほら！ミカサ、もういいだろ！何すんだよ、薪が散っちゃったじゃねえか。エレン、調査兵団に入りたいって気持ちは変わった？手伝えよ、拾うの。手伝うほどないじゃない。ただいま。お帰りなさい。あらエレン、今日は珍しく頑張ったじゃない。おう。なんだよ。耳が赤かった。嘘ついた証拠。ミカサに手伝ってもらったのね。あれ、父さん出かけるの？仕事？ああ、内地へ診療だ。2、3日かかるかな。エレンが調査兵団に入りたいって。ミカサ、言うなって！エレン、何を考えているの？壁の外に出た人類がどれだけ死んだか分かってるの？分かってるよ！だったらエレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ。外の世界がどうなっているのか。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。それにここで誰も続く人がいなかったら今までに死んだ人たちの命が無駄になる。そうか。船の時間だ。そろそろ行くよ。ちょっとあなた、エレンを説得して。カルラ、人間の探求心とは誰かに言われて抑えられるものではないよ。エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。本当に？いってらっしゃい。ダメだからね。調査兵団なんてバカな真似。は？バカだって？俺には家畜でも平気でいられる人間の方がよっぽど間抜けに見えるね。エレン、ミカさん、あの子はだいぶ危なっかしいから、困った時は2人で助け合うんだよ。どうした異端者？悔しかったら殴り返してみろよ。そんなことするもんか。それじゃお前らと同レベルだ。なんだと？僕が言ったことを正しいと認めているから言い返せなくて殴ることしかできないんだろ。
それは僕に降参したってことじゃないのか。うるせえぞこのヘリクツ野郎。やめろ。エレンだ。バカめまた来やがった。ぶちのめされてえのか。カモにしてやる。ミカサがいるぞ。ダメだここ行け。あいつら俺を見て逃げやがったさ。いや、ミカサを見て逃げたんだろ。おい大丈夫かアルミ。一人で立てるよ。そうか。それで人類はいずれ外の世界に行くべきだって言ったら殴られた。異端だって。くそ。外に出たいってだけでなんで白い目で見られるんだ。そりゃ壁の中にいるだけで100年ずっと平和だったからだ。下手に外に出ようとして奴らを壁の中に招くことがないように王政府の方針として外の世界に興味を持つこと自体をタブーにしたんだ。自分の命を懸けるんだ。俺らの勝手だろ。絶対ダメ。ダメ。そういやお前よくも親にバラしたな。協力した覚えはない。でどうだった。そりゃ喜ばれはしない。だろうね。確かにこの壁の中は未来永劫安全だと信じきってる人はどうかと思うよ。100年壁が壊されなかったからといって今日壊されない保証なんかどこにもないのに。なんだ爆発か。おいアルミンどうした。一体何が見えるってんだよ。そんなあの壁は50メートルだぞ。やつだ。巨人だ。壁に穴を開けられた。僕たちも。レネ！こっちには家が母さんがミカサ！もうダメなんだ。この町はもう無数の巨人に占領される。家に当たってるわけがない。あの角を曲がればいつもの家が。母さん！母さん！エレン、ミカさん、そっちを待て。柱を
し瓦礫に潰されてここから出られたとしても走れない。わかるだろ？俺が担いで逃げるよ。どうしていつも母さんの言うことを聞かないの？最後くらい言うことを聞いてよ。ミカさん、やだ。このままじゃ3人とも。ハンネス、子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜカルラ。俺は巨人をぶっ殺してきっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに2人だけなら助けられる。だが今こそ俺は俺の恩返しを通す。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。その夢は心の居場所、命より壊れやすきもの、何度でも捨てては見つけ、安らかにさ眠れ、脈打つ衝動に志願師な陥落。人類に許されたのは祈りと絶叫と死のみであった。そんな中エレンだけがその小さな胸に復讐を誓う。